こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はデッドスペース活用アイデア86連発をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずは高さが余る場所です。例えばこういった深い引き出しの場合、高さが少し余ってしまう場合があります。こちらはその余ったスペースを活用してフライパンの蓋や油跳ねネットを収納したところです。100円ショップの突っ張り棒に結束バンドなどでワイヤーネットを固定すれば、置き場に困りがちなフライパンの蓋や油跳ねネットなどもこんな風にデッドスペースに収納できます。続いてこちらは食器棚の深い引き出しを活用されている例です。このような高さが余ってしまう引き出しの奥にこんな風に突っ張り棒と突っ張り棒用の棚をつけるとキッチンツールの収納としても活用できます。またこちらのお宅では床下収納の高さが余る場所にも突っ張り棒をつけて、その上に浅いケースを乗せて食品ストックの収納として活用されています。こちらのお宅では食器棚の深い引き出しの中に浅い衣装ケースを入れて空間を2段に仕切られています。こちらは内側に L 字の金具を取り付けて、その上に衣装ケースを載せられていて、ケースの中には袋麺やスープ類、カップ麺など軽い食品のストックを収納されています。続いて収納棚にランチョンマットを収納している例です。こういったボックスの上の少し高さが余るスペースに、突っ張り棒とワイヤーネットで棚を作れば、幅を取ってしまうランチョンマットも取り出しやすく収納できます。こちらは食器棚の高さが余る場所にラップやキッチンペーパーを収納している例です。トースターの上などの高さが余る場所に、こんな風に100円ショップで買えるラックを取り付ければ、キッチンペーパーやラップ、アルミホイルなどがさっと取れるように収納できます。こちらはカラーボックスの高さが余る場所を活用した例です。セリアで売られているこちらの食器用のラックは、逆さにするとこんな風にカラーボックスに2つ吊るせるので、置き場所に困りがちなキッチンスケールやレシピ本を収納したい時にも便利です。また、こちらのお宅ではキッチンのシェルフに幅が広いタイプの吊り下げラックを取り付けて、そこにケースを組み合わせてキッチン用のクロスやピーラー、計量カップなどの調理器具を収納されていました。また、こちらのお宅では吊り戸棚の下のスペースをキッチン周りの消耗品の収納としてフル活用。吊り下げラックを使ってラップ類やジッパーバッグを収納されているだけではなく、自分で消耗品のサイズに合わせて作ったケースを貼り付けて、ペーパー類やアイラップなどを吊るして収納されていました。また、こちらのお宅ではキッチンの照明の横のスペースを活用されていて、こんな風に突っ張り棒を2本取り付けて、そこにティッシュを乗せて収納。さらに反対側には突っ張り棒とフックを組み合わせて、キッチンペーパーを吊るして収納されていました。こちらのお宅も吊り戸棚の下のスペースを活用されていて、吊り下げ式のラックを使ってまな板やキッチンペーパーを収納されているほか、照明のところに突っ張り棒と S 字フックをつけて、キッチンバサミやザル、ボウルなどを吊るして収納されています。また、こちらのお宅はシンク前にある窓のところに突っ張り棒をつけて、食品のトレイや軽い食器を乾かすスペースを作られているほか、突っ張り棒にフックをつけて洗ったキッチンツールが乾かせるようにもされていました。続いてこちらは食器棚の中の高さが余るスペースを活用した事例です。このように2段に分けられる仕切り棚を使えば、置き場に困りがちな大きいお皿をその上に収納することができます。また、冷蔵庫で使える仕切りラックを使う方法もあります。こちらのラックは同じシリーズのケースと幅がぴったり組み合わせられるため、食品を収納したケースの上にラックを置くと、その上にも別の食品を収納することができます。さらに、こちらは冷蔵庫の棚下のスペースを使った例です。こんな風に冷蔵庫の棚板にケースを取り付けたら、スライスハムや
チーズなども取り出しやすく収納できます。ここからはキッチン以外のスペースでのデッドスペース活用術もご紹介します。こちらのお宅ではリビングの収納棚の上の空いているスペースに突っ張り棒と棚を取り付けて、持ち手付きのケースの中に洗濯バサミなどを収納。さらに突っ張り棒にはハンガーも収納されています。こちらのお宅ではクローゼットの天井のデッドスペースを活用されていて、突っ張り棒を2本使ってオフシーズンの布団を収納されていたり、さらに夏用の帽子を収納したり、ワイヤーネットをこの字に折り曲げて、冬用の帽子や冠婚葬祭用のバッグも収納されていました。また、こちらのお宅のクローゼットは天井の一部が階段下に当たり、変わった形になっているため、突っ張り棒とワイヤーネットを組み合わせて L 字型の棚を設置。そこにぬいぐるみなどのおもちゃを収納したり、突っ張り棒にも子供服をかけて、ハンガーポール代わりにしています。こちらのお宅では冷蔵庫の上のスペースに突っ張り棚をつけて、釣り戸棚代わりとしてフル活用。食品や消耗品ストックのほか、かき氷機やお菓子作りの道具などを収納されていて、見た目の生活感を抑えるために、突っ張り棒で目隠しのカーテンも付けられています。さらに、リビングの天井にも突っ張り棒をつけて、お札などを置いて、神棚代わりとしてスペースを活用されていました。また、こちらのお宅では、洗面所のリネン庫の高さが余る場所に、突っ張り棒を2本つけたり、ブックエンドを2つ組み合わせて棚代わりにして、そこに浅いケースを組み合わせて、下着類や洗面小物を収納されています。また、こちらのお宅もリネン庫に置いたヒーターの上のデッドスペースに、こんな風に突っ張り棒と突っ張り棒用の棚を組み合わせて、そこをバスマットの収納スペースとして活用されています。さらに、こちらのお宅は洗面台の横に奥行きが浅いリネン庫がついた構造でしたが、そこに突っ張り棒を2本つけて、コンタクトレンズや母乳パッドを収納。タオルの上にも同じように突っ張り棒をつけて、ペーパータオルのストックを収納されていました。洗面所ではリネン庫以外にランドリーラックで高さが余る箇所を活用する方法もあります。ランドリーラックに吊るせるラックを取り付ければ、こんな風にバスマットなどの収納スペースを作ることができます。洗面所では他にも洗面台下収納の高さが余る場所に、突っ張り棒と突っ張り棒用のケースを取り付けると、洗面周りのストック品を収納するスペースも作れます。さらに、こちらのお宅では、下駄箱の高さが余るスペースも活用されていて、ラックを吊るしたり、この字ラックを置いて靴を収納されていたり、突っ張り棚をつけて来客用のスリッパを収納されていました。そしてこちらのお宅では廊下収納の高さが余る場所に突っ張り棚を取り付けて、そこに紙袋のストックを収納されていました。続いてのデッドスペースは隙間や奥行きが余る場所です。クローゼットの扉に蝶番があったり、折れ戸になっている場合、衣装ケースの横に隙間が空いてしまうことがよくあります。こちらはそういった隙間に子供のお下がりの服やオフシーズン服を収納してみた例です。100円ショップの縦長のケースに服を収納して、衣装ケースの横の隙間に収納すれば、デッドスペースも有効活用できます。こちらは100円ショップのスリムサイズのケースに毛布を収納した例です。シングルサイズの毛布を畳んだらぴったり収納できたので、これも同じように衣装ケースの横に収納すればちょうどよく収まります。続いてこちらは衣装ケースの横に子供用品を収納した例です。左側は手前に子供のおむつ、奥にプールバッグやまだ着られない服を収納。そして右側は手前に子供用防災リュックとプールバッグ、奥にまだ着られない服などを収納しています。また、こちらは押し入れに置いた衣装ケースの裏側や横をかさばるものの収納スペースとして活用した例です。裏側にはスーツケースなどの使用頻度低めのもの、そして横には防災リュックを収納しています。こちらも押し入れの衣装ケース横や裏側を活用した例で、左側には置き場に困りがちなミシンを収納。
裏側には余ったプレイマットやすのこを収納しています。続いては洗面台横の隙間を活用した例です。こちらのお宅は洗面台横の隙間にダイソーの組み立て式ラックがちょうど収まる幅だったため、ワゴンの中にはそれぞれ高さに合った洗面周りのストック品を収納。ワゴンの上にはヘアアイロンを収納しました。こちらのお宅も同じように洗面台横の隙間にワゴンを置かれていて、ヘアワックスや洗濯用の石鹸、ヘアスプレーや掃除用の洗剤、洗濯用洗剤などを収納されています。また、こちらのお宅は洗面台横の隙間に引き出し式のストッカーを置かれていて、上の段にはアクセサリーや髪飾りを収納。下の段には洗濯用のネットや洗濯用の洗剤類を収納されていました。さらにこちらのお宅では洗面台横の隙間に突っ張り式のラックを設置して、電動歯ブラシやドライヤー、シェーバーの収納としてフル活用。洗面台のすぐ横のスペースにはマグネット式のスイングケースやトレイを使って洗面台周りで使う小物類を収納。洗面台下収納との間の隙間にもフックを2本使ってヘアアイロンを収納されていました。さらに反対側の隙間もタオル収納としてフル活用。突っ張り棒を2本取り付けて、その上に100円ショップで買える軽い板とセリアの PP シートを組み合わせたものを棚板代わりに使われていて、手拭き用のフェイスタオルも洗面台横の突っ張り棒にかけられていました。また、洗面台横以外に洗濯機の横の隙間を活用する方法もあります。こちらのお宅では洗濯機横に洗濯用のネットや洗剤を収納されていて、フックをつけて珪藻土マットも収納されていました。さらに洗濯機の反対側には歯ブラシスタンドも付けられていて、歯磨き粉はランドリーラックにフックで吊るして収納されています。また、このようなマグネット式のタオルバーを使った方法もあります。こちらはお風呂の壁面などに取り付けて使えるアイテムですが、洗濯機の横に取り付ければ、こんな風にバスサンダルの収納としても活用できます。さらに、こちらのお宅は洗濯機横にマグネット式の傘立てをつけて傘を収納されていて、玄関のスペースが限られるところを玄関のすぐ横にある洗面所の洗濯機の横のスペースを使って補われています。そしてこちらのお宅も洗濯機の左右のスペースを最大限活用。洗濯機の右側にはマグネット式のラックを取り付けて洗濯用洗剤や風呂水用のホースを収納。左側には畳める棚を取り付けてご家族が洗濯物を入れるバスケットを置けるようにされていたり、その下のスペースもマグネット式のラックをつけて折りたたみ式のバケツや珪藻土マットなどを収納されていました。また、クローゼットのちょっとした隙間を使った収納方法もあります。こちらのお宅では、クローゼットに置いた収納家具と壁の間の隙間に突っ張り棒とフックをつけて、帽子やバッグを収納されています。別のお部屋の階段上収納でも、同じように家具の隙間に突っ張り棒をつけて帽子を収納されていました。別のお部屋のクローゼットでは、直接壁に突っ張り棒を取り付けられていて、そこにフックをつけてアクセサリーを吊るして収納。反対側の壁にもバッグを収納されていました。また、こちらのお宅もクローゼットの隙間にバッグを収納されていましたが、吊るす形ではなく、突っ張り棒の上に乗せて収納されていました。こちらのお宅は玄関の目の前にある収納の隙間を活用されていて、右側の隙間には突っ張り棒、奥側の壁にはワイヤーネットをつけて帽子を収納されていました。そしてこちらのお宅ではリビングの収納棚の下の隙間をフル活用。丈夫な空き箱に持ち手をつけてリメイクして、そこにケーブル類を収納してスペースを活用されていました。続いては扉裏を活用した収納です。こちらは収納棚の扉裏にフローリングワイパーを収納した例です。100円ショップで売られているこのようなモップキャッチを収納の扉裏に取り付ければ、置き場に困りがちなフローリングワイパーもさっと取れるように収納できます。こちらはクローゼットの扉裏に帽子やベルトを収納している例です。粘着フックを上下に取り付けて、そこにワイヤーネットを固定して、
ワイヤーネット専用のフックを取り付ければ、ベルトや帽子を扉裏に吊るして収納できます。こちらはリビング収納の扉裏に文具を収納した例です。これも粘着フックでワイヤーネットを固定して、そこにワイヤーネット用のスタンドやトレイを取り付ければ、お子さんでも届きやすい高さに文具を収納できます。また、こちらのお宅もクローゼットに粘着フックをつけて、そこに帽子を収納されていましたが、扉の裏側だけでなく表側もフル活用。畳めるハンガーバーをつけて上着を吊るせるようにしていたり、小さい鏡を縦に並べて貼り付けて姿見代わりにされていました。こちらのお宅ではお子さんの服を収納しているクローゼットの扉裏を活用されていて、ケースやフックを粘着テープで取り付けて、そこにお名前付け用のペンや、保育園に持っていくビニール袋を収納されています。さらにこちらのお宅ではリビング収納の扉裏を書類収納スペースとして活用。バインダーを吊るしてご家族の書類を一別に分けて収納できるようにされています。こちらのお宅ではリビングの収納棚の扉裏にホワイトボードを取り付けて、そこに種類別にラベリングしたクリップをつけて、お子さんのプリント類が挟めるようにされています。キッチン収納が扉式のお宅の場合、扉裏も様々な用途で活用できます。こちらのお宅では、コンロ下収納の扉裏にワイヤーネットをつけて、キッチンツールの収納として活用されていて、フックで吊るせない菜箸は、ファイルボックス用のスタンドを使って、長さごとに分けて収納されています。また、シンク下収納の扉裏には、扉裏用ラックを使って、使い捨て手袋や水切りネットを収納されていたり、反対側の扉裏にもピーラーなどの小さめのキッチンツールを吊るして収納。包丁ケースのところにもフィルムフックをつけて、キッチンスケールなどを吊るして収納されていました。こちらはキッチンの扉裏にゴミ袋を収納している例です。100円ショップで売られているゴミ袋用ハンガーを取り付ければ、こんな風にゴミ袋をサイズや種類別に分けて吊るして収納できます。また、こちらのお宅もキッチンの扉裏を袋類の収納として活用されていましたが、こんな風にジッパーバッグを両面テープで取り付けて、レジ袋の収納としてお使いになっていました。こちらのお宅ではシンク下の扉裏を活用して、剥がせる粘着テープでケースやフックを取り付けて、排水口用のネットやポリ袋スタンドを収納されています。また、こちらのお宅も同じように、シンク下の扉裏にケースを貼って、水切りネットを収納したり、フックにカゴを吊るしてお弁当グッズを収納されていましたが、扉裏だけでなく、コンロ下の引き出しの裏もフル活用。吊るせるラックを取り付けて、お鍋の蓋を収納されています。こちらのお宅では、シンク下の引き出しの裏側に粘着フックをつけて、ピーラーや計量カップ、マスキングテープや定規を収納。そしてこちらのお宅もコンロ下の引き出しの手前のスペースにフックをつけて、フライパンやお鍋の持ち手や鍋敷き、計量カップを吊るして収納されていました。また、こちらのお宅では食器棚の扉収納の裏側に、こんな風に100円ショップのカーテン用房掛けを2つ取り付けて、お鍋の蓋の収納として活用されていました。洗面所でも扉裏や鏡裏を活用する方法がいろいろあります。こちらのお宅では鏡裏に粘着フックをつけて、歯ブラシホルダーを吊るして収納されています。こちらのお宅も洗面所の鏡裏を活用されていて、粘着フックにクリップを吊るしてフェイスマスクを収納したり、袋を貼り付けて洗面周りで使う小物も収納。さらに扉裏以外に鏡裏収納のバーの部分にもクリップで化粧品サンプルを収納されていました。こちらのお宅も鏡裏を活用されていて、粘着フックにネックレスを吊るしたり、マグネットスイングケースをつけてデンタルフロスを収納されていました。こちらは洗面台下の扉裏に換気扇用のフィルターを収納している例です。100円ショップで売られているソフトカードケースの裏に粘着テープを貼って、扉裏に貼り付ければ、こんな風にフィルターをさっと取り出せるように収納できます。
また、こちらのお宅では、洗面台下の扉裏にフックをつけて、クリップに歯磨き粉や歯間ブラシを挟んで吊るして収納されていました。さらに、玄関の下駄箱の扉裏を活用されているお宅もあります。こちらのお宅では、下駄箱の扉裏に粘着フックをつけて、自転車の鍵や靴べら、ハンコを収納されています。また、こちらのお宅では、下駄箱の扉にフックをつけて、折りたたみ傘やスプレーを吊るして収納されています。こちらのお宅は背の高い下駄箱がある作りの玄関のため、扉裏にフックをつけて長傘を収納されていました。さらにこちらのお宅はシューズインクローゼットの扉裏に粘着式のタオルバーをつけて、そこにスリッパとクリップに吊るした帽子を収納されていました。では最後はソファーやベッド、テーブル下を活用した収納をご紹介します。こちらはソファー下にマッサージグッズを収納した例です。ボックスの裏側に100円ショップの貼れるキャスターを4箇所取り付けて、ソファー周りで使いたいマッサージグッズを収納したら、使いたい時にさっと取り出せて便利です。こちらはソファー下に部屋着を収納しているところです。一度着てまだ洗濯しない部屋着などを目隠ししながら収納できます。また、蓋付きのボックスを使えば、オフシーズンの服もソファー下に収納できます。収納場所に困りがちな厚手のニットなども、ソファー下のスペースを活用しながらたっぷり収納できます。オフシーズンの洋服以外に、布団もソファー下に収納できます。100円ショップでも布団が収納できるサイズのケースが売られているので、押し入れがないお宅でもソファー下に布団が収納できて便利です。また、ソファー下を普段読まない単行本の収納として活用する方法もあります。100円ショップのファスナー付きケースを使えば、埃よけをしながら収納できます。普段読む雑誌などもソファー下に収納すると便利です。キャスター付きのボックスに収納すれば、読みたい時にさっと取り出せます。また、こちらのお宅はソファー下にボックスを並べて、リビングの収納棚代わりとして活用。取り出しやすい手前側のソファー下には工具や救急用品などを収納。そして少し取り出しづらい奥側のソファー下には掃除道具や日用品のストックを収納されています。また、こちらのお宅はソファー周りを赤ちゃんのお世話コーナーにされているため、ソファー下におむつやガーゼケット、赤ちゃん用のおもちゃの収納に活用されています。さらに、こちらのお宅はお子さんのプレイスペースにソファーを置かれているため、その下にボックスを重ねて2軍のおもちゃを収納されていました。ソファー下以外にベッド下のスペースを活用する方法もあります。こちらのお宅ではベッド下にキャスターをつけたすのこを置いて、オフシーズンの布団の収納スペースとして活用。子供部屋のベッド下も同じように、キャスター付きのすのこで布団を収納されていました。また、こちらのお宅ではベッド下に衣装ケースを置いてスペースを活用されていて、ブランケットや寝るときに使うタオルなどのほか、かさばる雑貨類などを収納されています。子供部屋のベッド下はかさばる作品や思い出品の収納スペースとしても活用できます。小学校から持ち帰る大きい作品類や、本棚に入れづらい卒業証書、卒業アルバムも寝かせてケースに入れて、ベッド下に配置すればスペースを活かして収納できます。そしてもちろんベッド下もオフシーズン服の収納スペースとして活用できます。100円ショップにベッド下用の収納袋が売られているので、それにオフシーズン服を畳んで収納すれば、クローゼットが狭めのお宅でもスペースを活かして収納できます。ベッドやソファーだけでなくテーブルの下を活用する方法もあります。こちらはダイニングテーブルの下に雑誌や郵便物の一時置きスペースを作っている例です。テーブルの下に結束バンドや突っ張り棒などでワイヤーネットを固定して棚を作れば、食事の時に読みかけの雑誌や郵便物などをテーブルの下に一時置きできます。また、場所を取りがちなボックスティッシュをテーブルの下に隠す方法もあります。100円ショップで売られている粘着タイプのティッシュホルダーをこんな風にテーブルの裏に貼り付けて、そこにボックスティッシュをセットすれば、ボックスティッシュを目隠ししながらスペースを取らずに収納できます。
さらによく使う小物をテーブルの下に収納する方法もあります。ダイソーで売られている粘着式の引き出しをこんな風にテーブルの裏に貼り付ければ、ハンコや糊、ホチキスなどが収納できます。奥行きが深いタイプを使えば、ハサミやペン、体温計なども収納できました。また、こちらのお宅ではテーブルの足を収納に活用されていて、マグネット式のフックを使ってティッシュを吊るして収納したり、リモコンの裏にマグネットをつけて足に収納されていました。テーブルの下以外にキッチンカウンター下のスペースを使った方法もあります。ハンコやペンに100円ショップのマグネット式のハンコホルダーを取り付けて、同じく100円ショップのマグネット用取り付けパネルをカウンター下に貼り付ければ、よく使う小物をカウンター下にさっと取れるように収納できます。いかがでしたか？実践してみたいアイデアがあった方は、ぜひ試してみてください。最後に、この動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。